皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのジムニーですが、前回18万円でヤフオクで買ったジムニーということでご紹介させていただいたんですが、その時に何点か不都合がありまして、15万キロっていう仮走行の車で、年式も古いので多少の手直しは必要だろうっていうような、覚悟はしてたんですが、不都合がありました。ちょっとですね、おさらいでどういったところが不都合だったかっていうのをお話ししますと、まずこのドアミラーなんですけども、助手席は動きますが運転席は全く動かない。パワーウィンドウも気まぐれで動いたり動かなかったりで、さらにはルーフの方もですね垂れてきています。でこの辺はあんまり大したことがないんですけども、気になったのがまず一つ目がですね、オイル漏れです。結構ポタポタ落ちてきているような状態で、オイル漏れを修理しないと、コンビニエンスストアにも行けないなと。犬のマーキングみたいにオイルでコンビニの駐車場を汚すことになりますので、それをまず直さないといけないということで、オイル漏れしているっていうことを前回の YouTube でも上げさせていただいたら、皆さんからコメントの方いただきまして、多分その原因はそのオイルホースじゃないかとか、オーリンクじゃないかとか、オイルホースの場合は結構なお値段がするよとか、オーリンクの場合は交換がめんどくさいとか、いろんなコメントいただきました。参考になりました。どうもありがとうございます。見てみるとどうもオーリンクらしいので、手間がかかりそうだっていうお話もいただいてたんで、もう整備工場の方に持っていきました。調べていただくとオーリンクが原因みたいで、それをもう整備工場さんの方で交換していただきました。オーリンク自体はもうすごい安いんですけども、工賃込みで6000円ほどでしていただきました。多分お安いんじゃないかなと思ってるんですけども、ちょっとですね、前回どんな状態で漏れてたかなというのと、今治ってるっていうのを合わせてご覧いただきます。オイルの方は止まったんですが、心配な点の2つ目ですけども、エンジンのオイルの注入口を見るとですね、どうもスラッジが溜まってるような感じなんです。でそれでオイルの交換歴が心配で、オイルの交換歴っていうのを調べたらこんな感じなんです。これが本当にオイルの交換時期だとですね、3年間無交換ということになりますよ。この交換歴が正しければですね、かなりの期間、オイル交換を全くされてない車ということになります。でターボ車でただでさえ熱を持ちやすい車なのにオイル交換されてないっていうのが非常に残念でありますし、スラッジの方が溜まってるっていうのは多分それが原因じゃないかなということで、整備工場さんの方でオイル交換も合わせてやっていただきました。そのスラッジを取る方法っていうのをいろいろ調べてみたんですけども、例えばそのオイルに添加剤を入れたりフラッシングをして取る方法っていうのがあるみたいなんですけども、これやり方によってはターボ車の場合は非常に危険だっていうのもネットの方で書いてあって、ターボ車の場合はオイルの経路、インタークーラーの経路とかオイルの経路がどうも普通の車より細いらしくって、下手なフラッシングをするとそこにスラッジが溜まってしまって、それでオイルの流れが滞ってしまってエンジンが焼けつく可能性がある、そういうことも言われてるので、ちょっとフラッシングするのは怖いなということで、まずはオイル交換とかフィルターの交換をまめにやって、少しでも改善していってくれればいいかなというふうに思ってます。あともう一つはですね、ガソリンに添加剤を入れて、それでスラッジを燃焼させてしまうという方法もあるみたいなんです。これだとスラッジが燃焼してしまうので、そんなにオイルの経路に悪さをしないんじゃないかなと、こういう方法もあるっていうのをちょっと分かりましたので、その辺ももうちょっと調べて、ひょっとするとガソリンにそういった添加剤を入れるっていうことで長い目で対処していこうかなというふうには思っています。もう一つ大きな問題が、2速にシフトダウンの時に入らないんですよ。でこれもですね、原因はクラッチの摩耗とか考えられるんですけども、
この辺も整備工場さんの方で確認をしてもらったら、そのミッションオイルの中に鉄粉が入ってると、金属片まではいかないかなが入ってるということで、多分15万キロも走ってるので、クラッチ自体はもう当然交換時期は来てるのは明らかなんですけども、ミッション自体が傷んでる可能性があるっていうふうに指摘をされまして、そうなるとですね、リビルドのミッションを使っても今かなり高いみたいなので、なかなか踏ん切れないところがあります。対処法としては、ミッションオイルに添加剤を入れて、それがこう馴染んできてどうなるかなっていうのをちょっと見てみようということで、ミッションオイルの方に添加剤を入れています。でこれでちょっとしばらく使ってみようかなと思っています。なおかつですね、その2速に普通にやっても入らないんですけども、ちゃんとダブルクラッチを使ってやってやると入るので、支障なく運転もできるので、ここはですね一つ前向きに捉えて、この車に乗るとですね、ダブルクラッチが非常にうまくなると、今後のドライブテクニックが上がっていくんだというふうに前向きに捉えてですね、それで様子を見てみようかなというふうに思っています。で車を買ってから今河原の方を走ってみたんですけども、大きな玉石ですよねがあるところは見た目以上に車がこうガサガサ揺れるし、逆にこう玉石が小さなところはタイヤが空回りするっていうんですかね、それで走っていくのが意外と面白くってこれはこれで癖になるんじゃないかなと。ここの河原も走る時にですね、最近いろいろ環境問題も言われてるので、河原に、進入禁止のところもあったりするみたいなので、その辺も調べて、ここは大丈夫なようなので、それでちょっと今からその河原の走ってる状況なんかをですねご覧いただこうかなと思ってます。で本当はですね、少しこう川の中に入っていきたいっていう気持ちはあるんですけど、川の中ってこの石の下になんか水生生物がいそうで、その上を走るっていうのはなんか気が引けてですね、川の中はあんまり入っちゃいけないだろうなっていう気がしてるので、河原だけをですね少し走ってみたいと思います。今日はここまでとなります。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。